パイ映画のね、まあ2大シリーズって言ったら007とね、ミッションインポッシブルだもんね。河原さん世代的にはどうなんですか？ミッションインポッシブルとかだと。どっちかというとテレビだね。スパイ大作戦ってもともとスパイ大作戦っていうテレビ番組だから、そっかテレビ世代。ドラマの方か。そうだよね。まあもともとスパイ映画っていうさジャンル自体を作ったのはまあ一般的には007だって言われてる、ね。まあだからその007のドクターの放題だと殺しの番号、007殺しの番号、これ1963年で、まあこれが大ヒット映画シリーズの第1作目。みんなこの映画でスパイっていう言葉を知ったっていう印象かな。でまあ世界は東西冷戦のまあ真っ只中、ね。だから現実的でもあったんですね。そう、すごい現実に即した映画だったと思うね。この映画以降、まあ007だけじゃなくて、まあハリウッドだけじゃなくって世界中でスパイ映画が流行るんだよね。まあ日本でもね、諜報員みたいな映画はねいっぱい作られたと思うんだけど、まあその中で1966年にアメリカのテレビシリーズがまあ世界で大ヒットして、まあそれがテレビシリーズのミッションインポッシブル。これ日本のタイトルはまあスパイ大作戦。かっこいいタイトルですね。そうそうそう。我々のシネマスナックのそうそうロゴも本当だ。そう本当だ。それを真似てると噂されている。噂されている。大作戦っていうのがなかなかねちょっと日本っぽいっていうか昔っぽいね。いいですよね、大作戦。あの当時のかっこいいですよね。そうスター・トレックも当時テレビ放送だと宇宙大作戦だった。大作戦そうだったんだ。何かと大作戦だったんですね。何かと大作戦だからトムシリーズの主演の、まあ、このミッションインポッシブルのシリーズは、まあ、このテレビシリーズのリブートであると。だからメインテーマ曲なんかはこうテレビの時に作られたメインテーマ曲なんで、ね、それをもう続投なんですね。さっきガミちゃんが歌ってたやつね。そう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 。最初ポケモンバトルだった。ラロシフリンっていうね結構有名な作曲家で、このラロシフリンは他には燃えよドラゴンとかね、一緒なんだ。ダーティーハリーの音楽とかも作ってる人だよね。じゃあめちゃくちゃメロディアス、そのキャッチーなメロディー、いまだにこう口ずさんじゃうやつばっかですね。まあこのやっぱりオープニングのテーマのメロディーがやっぱりみんなにすごく印象づいてるっていうのがあってみたいなことはあるよね。かっこいいですよね。テンション上がるよね。オープニングでこれさえ流れてたらなんかいい映画見に来たなって気持ちになりますね。なんかすごいことが起きるぞ。まあなんか普通のホームビデオの映像になんかこの音楽流したらすごいもう緊張するもんね。大作戦が始まる。そうそう。なんか普通に家族のなんか団らんでね、なんか夕食食べてる時でもこの音楽かかると何か起こるのかなみたいな感じにはなるよね。後ろが爆発するのかなとか、どっかから普通にカップルのデートしてるとこでもなんかこの音楽かかるとなんかカップルで何か隠し事があるのかなとかそんな感じになる、ね。今このカメラに映ってないけど裏で導火線に火がついてんだろうなみたいな。そういう意味ではこの音楽すごいよね。導火線のシーンもかっこいいしね。かっこいいね。そう、ミッションインポッシブルのシリーズの結構好きな要素として映画の頭にまず一個クライマックスというか持ってくるあの構成がすごく好きなんですよね。一番最初にバトルから始まったりとかもう起承転結からじゃなくてまず一つ事件があってそこからなんか脱出したり一つ爆発とアクションがあってでそこからタイトルヒットみたいなあの音楽が流れてみたいな。007とのやっぱり差別化を意識したシリーズなのかなって気がして007ってやっぱりジェームズ・ボンドのなんかこうヒーロー性っていうかちょっとこう孤高性みたいなことが結構コアにあると思うんだけど、このミッションインポッシブルってチームものだよね。そうですね、チームが今やっぱ組まれてて、でテレビシリーズでも毎回そのいろんなチームのメンバーがそうなんだ。そのカットインするっていうオープニングだったからね。テレビドラマの頃からそういう構成なんですね。そうだからそこは多分いろんなそのスパイドラマとか映画が作られたんだけど、どうやっても007の要するになんかパクリっぽいっていうか2番煎じに見えちゃうんだよね。でこのミッションインポッシブルがちょっとそこと違うように見えたのはチームものっていうことがうまくイメージできたからだと思うんだよね。ただミッションインポッシブルって前半はすごいトム・クルーズワンマンションみたいなイメージが強いっていうか。そうなんだよね。ワンツーは結構そうですね。そこがだからねちょっと今日これから話そうとしてるとこだけど実はワンっていうのがこれ1996年に公開された監督
督はブライアン・デ・パルマなんだよね。デ・パルマですね。まあデ・パルマ、そう大御所で、サスペンスといえばデ・パルマ。そうね。でサスペンス、それですごく一作目のミッションインポッシブルのデ・パルマのやつはやっぱりすごくヒッチコック的なんだよね。デ・パルマといえばそこに流れが、そう列車が出てくるところもさ、なんか北北線進路を取るだっけとかとちょっと似てるようなカメラがいっぱい出てくるじゃないですか。でこれもテレビのミッションインポッシブルとちょっと違ってて、何が違ってるかっていうと、まずチームが崩壊するところから物語始まるよね。ああ、そうだそうだそうですね。そうでチームが崩壊して、これでイーさん一人だけが生き残ってチームを崩壊させた犯人を突き止めるっていうお話だったよね。いやそこはちょっと意外だったよね。なんかなるほどね。でもそれは当時のトム・クルーズはやっぱりまあ今もそうだけど当時も一番人気俳優だったし、あとそのトム・クルーズのイメージとそのイーさんのイメージがピタッとあったっていうさ、すごいいい映画であったよね。それこそさっき話したロープでピーンってやつもそうですし、そうそうそう、あれもワンだしね。それでこれ舞台がフランスだったじゃないですか。あ、そうでしたっけ、あそこ。ちょっと風景がヨーロッパの風景なんだよね。なんか綺麗だった。結構このシリーズってヨーロッパを風景にするっていうの結構多いはずで、だからそこもちょっとなんていうのかな、007もそうだけど、なんかやっぱスパイってなんかヨーロッパの風景が合うなって感じがするよね。それ旅行映画みたいになりますよね。いろんな国を旅してミッションをする。それこそワンダってジャンデンのとかも出てますしね。やっぱ国際色豊かな。でこのワンもさ、ヒロインがエマニュエル・アベールっていう人だったような気がするんだけど、当時ナンバーワンのセクシー女優だよね。美しき境目かなんかで、すごい注目された女優で、めちゃめちゃ綺麗な上司の奥さんみたいな生き残ってた人ですかね。そうめちゃめちゃ綺麗な女優だよね。確かにすごい美しかった。そうあとフランス映画っぽいっていうかヨーロッパ映画っぽい女優だよね。ちょっとハリウッドのアメリカ人の女優さんとはちょっと違う、ちょっとなんか綺麗さがあるみたいな感じ。じゃあやっぱその当時からあの方はその色気がある人として認識されてたんですかね。それはもうものすごいそういう人っていうイメージだったね。だからなんかワンの冒頭って毒を飲まされたその諜報員が、その毒が効く前に解毒剤を飲ませるタイムリミットがあって、それまでに相手に情報を引き出すみたいなところで、あそこのこう毒を飲んで倒れるところすっごいセクシーなシーンから始まってて、そこがブライアン・デ・パルマってもともとさ、ちょっとそういう女性を撮るのが上手じゃないですか。色っぽく撮りますね。そういうブライアン・デ・パルマのヒッチコックもさ、女性撮るのがすごい上手じゃないですか。だからそういうところもすごくブライアン・デ・パルマっぽい映画だったよね。あとなんかそのスパイのなんかほらやっぱり醍醐味っていうとさ、秘密兵器とかさ、秘密のなんかこう仕掛け物みたいなのだったりするじゃないですか。楽しいですね、あれ毎回。あれもやっぱりこれ監督がブライアン・デ・パルマだったからすごくトリッキーな見せ方するじゃないですか。絶対噛んじゃいけない側もありましたよね。噛んじゃいけない側あった爆発する赤と青だけなんかそう色が分かれてるやつでこれをくっつけて何秒後に爆発するとかね。最後それ決め台詞だしね。なんて言ってるのレッドなんとかブルーなんとかって言ってるよね。そう吹き替えだと赤信号だみたいなこと。レッドライトブルーライトって言ってるのあれは。多分そうだと思う。赤信号青信号。赤信号青信号って言ってんだ。わざわざ敵に見せてあげるんですよ。赤信号だっつってヘリコプターにべちょって貼って。そう。あの辺もね。でこの大ヒットを受けて作られたのが2000年に公開されたパート2で、これが監督がジョン・ウーだよね。ジョン・ウーですよ。で確かこれミッションインポッシブルってプロデューサートム・クルーズでもあるんだよね。だからこれ自分の企画なんだよね。だからトム・クルーズにすごい裁量権があるんだよね。いろんな裁量権が。結構最初からそうなんだ。じゃあこの監督とやりたいみたいな感じで呼んでくる。そうだろうね。この頃ジョン・ウーがハリウッドに進出したあたりで、多分フェイスオフとかどっちが先か分かんないけど、フェイスオフとか撮ってた劇中ちゃんと鳩も飛ぶし、そう鳩飛んだ。銃撃ちながらスローモーションになるし、ジョンが撮ったんだなってやっぱ分かりますもん。ただねパート2って中身俺話全然覚えてないんだけど。いやなんか僕もねうろ覚えなんですよねパート2。2はあれですよ、なんだっけキメラっていうバイオテロみたいなウイルスをまかれるっていうところでそれを阻止するっていう話で。バイオハザード的な話だね。そう。バイオテロ的な。
なんか敵のボスがトム・クルーズに自分の彼女を寝取られて、そう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 なんかこいつダセえなと思った思い出しかない。で女性が自分の体にその毒を打って、なんか何十時間後に体が全部腐って死ぬみたいなウイルスなんだけど、その唯一のそのウイルスを体に入れてそれで運ぶみたいな。なんかね、やっぱりちょっと今見るとそのジョンウの演出がジョンウだよねって感じがしすぎて、ジョンウの演出がジョンウですよね。一作目のブライアン・デ・パルマもブライアン・デ・パルマだよねって感じなんだけど、二作目のジョンウだよねって感じのなんか見せ場満載でちょっと笑っちゃうようなところはね、二作目結構あったような気がするね。もうジョンウお決まりりのスローモーションで鳩が飛ぶシーンとかね。拳銃ね背中でキャッチするみたいなね。そうそうそう。そうお決まりの描写があるよねなんかね。でこのパート3がね2006年公開されて、僕はここが分岐点だと思うんだよね。ミッションインポッシブルのね。でこのパート3が監督がJ.J. エイブラムスだよね。でこの僕はね実はパート3が一番好きで、やっぱりね今続いてるシリーズは全部このパート3がね起点になってると思うんだよね。このパート3でカタリの作品の方向性が定まったっていうふうには見える。でもそうですね、1、2からはなんかこうスパイ大作戦のネタを使っていろんなこのいわゆるデパルマ風だったりジョンウン風っていうところだけど、3以降から一気にこのいわゆるミッションインポッシブルシリーズお決まりっていうところが決まってた感はありますよね。でそのね、一番の理由はねやっぱりサイモン・ペックのキャラクターだと思うね。でこのサイモン・ペックのキャラクターが登場したことによってチームものっていうことがすごくくっきりとしたんだよね。チームだっていうことがね。でそれまでさ1と2って1はそもそもチームが最初になくなっちゃって全然チームものじゃないんだよね。一応1からルーサーっていう黒人のハッカーはずっといますけど、でもちょっとチームっていう感じは弱いんだよね。なんかどっちかというと綺麗な女の子とかボンドガールが出てそれでちょっとなんか二重スパイなのかみたいな話っていうのが1も2も両方あるじゃないですか。だからヒロインが二重スパイなのかみたいな見せ方をしてるのが1と2で、それがちょっとなんかいまいち方向性がなんか定まってないんだけど、このパート3がそもそもテレビシリーズってチームもんですよね。スパイ大作戦ってチームものだったよねっていうのを思い出させてくれたんだよね。さすが JJ ですよね。JJ エイブラムスがそういう古いシリーズのこのシリーズの良さはここだよねっていうのをちゃんと見抜いてたわけですよ。で彼だからこの3作目以降っておそらく全部バットロボットのクレジットが出てるような気がするんだよね。これ多分サイモン・ペックのキャラクターを作ったのが J.J. ブルームスなんでロボットっていうクレジットが出ると思うんだよね。J.J. エイブラムスの会社がバットロボット。J.J. エイブラムスの作品はだからスター・ウォーズでも何でも必ずバットロボットが出てくる。確かに J.J. は多分もうそこからずっと制作側にはずっとやってますもんね。そうだから今でも多分脚本とか見てると思うんだよね。今でも多分プロデューサーの一人でクレジットされてるんじゃないのかな。入ってます。でバットロボットも多分クレジット出ると思うんで最後にね、バットロボットって子供の声でこうロボットがピューって入ってくるやつね。てっきりJ.J. エイブラムスが多分3作目で監督やって4作目からはもうそのプロデューサーというか制作側に入ってますけど、いわゆる J.J. フレアって言われる横長のアナモルフィックレンズのフレア、そう横にピカーって光るやつ、もうあれの入れる指示を入れるだけかなと思ってました。JJ はもうここにフレア入れてってでもう一つはミッションが、世界を救うのと同時に、妻を救うっていう話だったんだよね。パート3はこの妻を救うっていう話がねすごく良かった。つまり1作目2作目はヒロインは二重スパイなんじゃないのかっていう疑いが絶えずあって、ヒロインとの間にいつも緊張したものがあったんだけど、このパート3は助けるっていう話になってるんだよね。で世界のその危機と自分のパーソナルなその妻の危機をやっぱりこう同時に救うっていう話になってて、このムードが後の
そのシリーズにも要所要所で登場してくるんだよね。このなんか確かね、4のゴーストプロトコルのラストシーンで奥さんが出てきたと思うんだよね。はい、出てきました。だから最初は奥さんとあの後どうなったのかって説明が全然ないまま、もうなんかその話じゃなかったことになってるのかなと思ったら、ラストシーンに出てきてるじゃないですか。あ、イーさんは今も彼女を遠くから見守ってて、彼女のためにもこの世界を守ろうとしてるんだなっていうのが分かるっていう終わり方になってるじゃないですか。でね、俺やっぱりね、奥さんが出てくるとね、急にね、映画がね、見やすくなるんだよ。で、6のフォールアウトでも、クライマックスあたりに別れた奥さんが別の男と結婚してて出てくるじゃないですか。で、あの時にもやっぱりすごい、そのイーさんがなぜこの作品、この世界をね、救おうとしてるのかっていうのがすごくこう強調されるじゃないですか。感情移入しやすいですよね。しやすい。やっぱり世界がピンチだから世界を救おうみたいな話って抽象的じゃないですか。それが奥さんがいるってこと。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。